にちは、こんばんは。ボバです。今回は私のデスク周りの紹介をしていきたいと思います。まずは部屋からなんですけど、この部屋はもともと子供たちが遊びに使えるようにフレックスルームだったんですけど、そこで、ゲームをやるようになってゲーム部屋に改造しました。この部屋のコンセプトはクリーンでミニマルなゲーム配信部屋です。ゲーム配信のデスク周りはパソコンだけではなくてマイクとかオーディオインターフェースとかカメラとかライトとかたくさんあるのでごちゃつかないように整理しています。デスクは IKEA のマルムデスクです。引き出すタイプの L 字デスクなんですけど、これ出しっぱなしで使ってます。椅子は岡村のシルフィーを使ってます。ゲーミングチェアと迷ったんですけど、オフィスチェアにしました。それではパソコンから紹介していきたいと思います。パソコンはサイコムで買ったデュアル水冷 PC で CPU と GPU が簡易水冷されているタイプのものです。スペックの詳細はテロップで出しますけど、グラボは 1080Ti で2017年ぐらいですかねに買ったパソコンです。なので、スペック的には、全然不便はないんですけど、そろそろ新しいのにしたいなと思ってます。キーボード周りはだいたいレーザーで揃えてます。キーボードはハンツマンエリート。キータッチ音はこんな感じです。ハンツマンはタッチは機械式ですけど、スイッチ自体はこういう感じで光学式のスイッチを使ってます。あとゲームやるときは基本左手デバイスを使ってます。左手デバイスの利点はクリック音が機械式より若干小さいので配信に音が入りづらいっていうのと、あとロールの時はこの左手のこの親指で画面を動かしてるんで、これめちゃめちゃ便利です。マウスは普段はロジテックの MX マスター3を使ってます。このマウスの便利なところは右手の親指で使えるこのスクロールですねと、あとここボタンになってるんですけど、ここを押すと仮想デスクトップが切り替えられるようになるんで、それが便利です。あとゲームやるときはこれをこのバジリスクを使います。全然ロジテックのより全然軽くて使いやすいですね。このマウス、あとここに4つぐらい3つボタンがあるのと、あとこのホイールのところが左右クリックになってるのと、あとはですね、この裏ここにスクロールの重さを調整できるようになってます。でこれ今一番重くしてるんですけど、そうすると勝手にスクロールしなくなるんで、誤動作が起こりにくいですね。マウスパッドはこのレーザーの光るでっかいやつでグレーを使ってるんですけど、机が白なんでそれに合わせてグレーにしてますけど、ちょっと汚れが目立っちゃうんで、この下にコクヨのちっちゃい半透明のやつを引いてます。引いてて、汚れつかないですし、汚れつかないし、滑りも良くなるんで結構いいです。モニターはこんな感じで4画面構成になってます。もともとは2画面だったんですけど、最近4画面にしました。この正面にあるのがメインのゲーミングモニターです。ビューソニックの27インチかな。でその右にあるのが LG の 4K のモニターですね。でこちらは、基本的には YouTube 見たり Netflix 見たり
あと配信の時は配信用のソフト OBS とかそういったソフトを立ち上げて使ってます。でその後右に追加したのがこのモニターです。でこれはATEM のマルチビュー用に使うために、つけてます。こんな感じで、マルチビューに変えたり、あと画面スイッチしたりですねできます。とこういう感じですね。で最後がこの一番左に置いてある縦型に置いてあるモバイルモニターですけど、これは配信中のチャットを確認したり電話会議の時に相手の顔をここに出るようにしてカメラの下に置くことで目線を外さなくて済むようにしています。で正面2台のモニターはこういう感じでちょっと下からになっちゃいますけど、これ3話ダイレクトのモニターアームで浮かせてます。ATEMモニターはこのエルゴトロンのモニターアームで浮かせてますね。このモバイルモニターなんですけど、これ浮かせ方がなかったんでこんな感じでドロワラインの突っ張り棒を立ててですね、こういう感じでこの突っ張り棒からスモールリグの腕を出して固定してます。次がですね音響とか映像関係の機材を説明したいと思います。まずマイクからですね。マイクは SM7B、 手話の SM7B です。このマイク、ほぼ海外の有名配信者の半数以上が使っている、ド定番の、ボイスオーバーには最適なマイクになります。これ買う前は AT2020 とかアストンのオリジンとか、コンデンサーマイクを結構使ったんですけど、周辺の音を拾ったりとか、反響音が若干あったりとかで、なんていうんですかね、家庭内で配信する声を取るには、ちょっと環境が合わなかったんでダイナミックマイクを探していて、これが一番間違いないということでこれにしてます。 SM7B をつないでいるオーディオインターフェースがこの GoXLR になります。でこれも海外の配信者の中ではほぼ定番的に使われているオーディオインターフェースで、まずこのオーディオインターフェースですけどアンプがかなり優秀です。 SM7B 普通クラウドリフターみたいなゲインをブーストするようなデバイスをかまさないとゲインが上がりきらないんですけど、これはこの、アンプだときっちりちゃんと SM7B も、ちゃんとゲインが稼げます。でもう一つはパソコン内の音、マイクだとかデスクトップの音とかを別々にこのフェーダーでコントロールできます。今私はこれマイクの音量とか、これヘッドホンの音量とか、これ音楽とか、これゲーム音とか、そういった音をバラバラにコントロールできるので、ゲーム配信にはすごく向いてます。あとこの部分はなんかボイスチェンジャーですね、音を変化させられます。でこの一番下の部分が、サンプラーですね。いろんな音をサンプリングして、出せます。であとこれすごく便利なんですけど、これは咳とかくしゃみとかしそうな時にこれだけ押すと、押してる間だけミュートになります。であとこれは P ボタンですね。 P ってなります。あとこれちょっとデメリット的なところを言うと、スピーカー用のバランス出力がなくて、ヘッドホン出力だけなので、それがちょっと若干不便っていうのと、XLR 端子の入力が1入力しかないので、マイクを複数使いたい時とかは、3.5mm のマイクと XLR1 個ずつしかないので、その辺がちょっと若干不便です。5XLR はかなり多機能なので、また別にこれについては詳しい動画を上げたいなと思っています。モニターのちょっと奥まったところにあるのがスピーカーですね。これジェネリックの8010
のホワイトカラーですね。これマジでめちゃめちゃ音いいです。もうびっくりしました。これを前はプリソナスの ER3.5 とか使ってたんですけど、もう全然音違います。でこのスピーカーですけど、別々に1個ずつ電源取らないといけないのと、あと入力は XLR のバランス入力になってます。なので 5XLR では鳴らせないので、別にこれを鳴らすために別のオーディオインターフェースもパソコンにつないでます。これがそれの別のオーディオインターフェースで、フォーカスライトのスカーレット 2i2 のサードジェネレーションですね。でヘッドホンはこの2つぶら下がってるゼンハイザーのプリンと、あとこのロジテックのゲーミングヘッドセットですね。でもこのロジテックのゲーミングヘッドセットはもうほとんど使ってないですね。あと今一番使ってるのはこのスマバットでいいのかどうかわかんないですけど、スマバットのイントラコンカ型のイヤホンですね。これ結構低音もしっかり出るイントラコンカ型で、耳への負担も少なくて外の音も聞こえるので、家で使うにはすごくいいです。ここの部分が渦巻き構造になっていて、低音が強調されるようになってます。配信用のカメラはソニーの α5100 ですね。片落ち、十分配信のウェブカム的に使うんであればもうこれで十分ですね。それにシグマの 16mmF1.4 をつけてます。でそのカメラを、こんな感じで裏見せると、こういう感じでスモールリグのフリクションアームでモニターアームにつけてます。でライトはキーライトが L 型のキーライトっていうライトで、これで顔照らしてます。でこれもカメラと同じようにこんな感じでモニターアームに固定してます。フリクションロッドで。あと後ろにまたこれもドロワラインのポールを立てて、そこにアパチャーのライト LED ライトをつけてます。でこれがバックライト、リムライトとかバックライトって呼ばれるライトです。配信に関しては配信の大まかな信号の流れはこんな感じです。ゲームモニターにゲームが映ってます。でそれをこちらの OBS で取り込みます。でこれをこういう形で全画面プロジェクトってことで、この BM これブラックマジックのこの ATEM にプロジェクトします。そうするとこういう形で ATEM 側に OBS の画面が出るので、これを OBS から直接エンコードして配信します。カメラの映像はカメラを直接この HDMI ケーブルで、これがですねずっとこっち行って直接この ATEM ミニの HDMI1 のところに入っています。で音声はですねこの ATEM のこのケーブルがこのラインアウト、この青いラインがこっち行ってこの ATEM のラインに入っています。でこれ今無効になってますけど、これで有効にする無効にするっていうのが切り替えられます。この辺の ATEM と OBS を使った配信のセットアップについてもまた別の動画で詳しく説明したいと思います。あと部屋の照明関係は全部ホームキットにつながっていて、 Siri からコントロールすることができます。Hey、 ゲームルームをリラックスにして。 Hey、 ATEM を消して。はい、ATEM をオフにしました。これだけの機器があるとかなりケーブル大量になるんですけど、床には一切ケーブルが見えないようにケーブルマネジメントをしています。 IKEA のマルムデスクはですねこういった形でケーブルトレイがあるので、ここに主なケーブルを全部、這わせてます。でそこに入りきらない分はここにある J 型のケーブルチャンネルを貼ってあって、でここにもなんかピントが来ない。
ここにも、通してます。 J チャンネル型のケーブルトレイはこういう感じでデスク裏に貼り付けて、そこにケーブルをこういう感じで這わせることもできるので、めちゃめちゃ使い勝手いいです。あとこれがですね、ケーブルタップを収納しているケーブルボックスになります。本当はもっと小さいものを探したんですけど、エレコムのテーブルタップが結構長くて入るものがなかったんで、これを選びました。これここにこう開けると、ここに、テーブルタップがこういう風に並んでます。で、本当はこれ上蓋ついてるんですけど、上蓋つけるとタップが全部入りきらないんで、蓋つけずにこういう感じで運用してます。最後にですね、一旦これで配信環境としてはほぼ一旦完成した形ですけれども、いくつか改善できるかなというところはあると思ってます。今 ATEM をですね 2PC 配信のように使って ATEM から直接配信してるんですけど、ゲーム画面をエンコードさせると、なんかエンコードのクオリティが今一つ、特に大きく動くとブロックノイズが出るみたいな感じがあるんで、やっぱちょっとそこは気になるところなので、これ解消するともう本当に 2PC 配信するしかないんですけど、それが一つですね。次はマイクですね。 SM7B はすごく周りの音拾わなくてクリアに音が取れていいんですけど、私の声だと若干こもって聞こえるような感じがするので、まずはちょっと EQ でどれぐらい改善できるかやってみたいんですけど、マイクをアップデートすることも考えたいなと思ってます。あとはですね、カメラとライティングですね。今 APS-C の α5100 使ってますけど、これフルサイズにしてもいいかなっていうのと、あとライト LED パネルのこのライト、すごく便利で使いやすいのはいいんですけど、やっぱりちょっとライトとしてはハードライトすぎるので、コブライトに変えて、ディフューザーつけてって感じでやってみたいなと思うんですけど、ちょっと場所取っちゃうんですごく悩みどころです。あとは最近開封動画とかも上げてますけど、こういったガジェットを紹介するような YouTube を上げていきたいなと思っているので、今ここのスペース L 字デスクのこのスペースをうまくスタジオっぽく使えるようにしていきたいなと思っています。以上がデスク周りの紹介になります。全ては説明できてないので、もし動画の中で気になったものとかあればコメントいただければと思います。今後は配信周りの設定とかオーディオ周りの設定とか、そういったところも動画にしていきたいと思います。ぜひいいね、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。